はいどうも、カズニーです。今日はちょっとこのウィールの選び方などをアドバイスしていきたいと思います。まずウィールというのはこのスケボーのタイヤのことをウィールと言います。で、前にペニーとショートボードどっちを買ったらいいのって動画でちょっとウィールのことにも少し触れているんですが、今回はもっと深く説明をしていきたいと思います。まずウィールには大きく分けて、この硬いハードウィールとクルーザーとかによく使われている柔らかいソフトウィールの2種類があります。で、まずこのハードウィールの方から特徴を説明していくと、滑走音とかはちょっと大きくなるんですけど、小さくて軽いのでトリックとかをやる方にはこちらの方をおすすめします。あとその他の理由としては、トリックをやる際に横滑りとかをさせる動きが出てくるので、グリップ力が強すぎるとそういうトリックがやりにくくなるので、ソフトウィールよりはグリップ力の弱いハードウィールを使った方がやりやすいっていう理由もあります。あと軽いと回したりするトリックもやりやすくなるので、やっぱりトリックをやる方はこちらのハードウィールを使った方がいいと思います。で、次にこのソフトウィールの説明をしていきます。まずソフトウィールの大まかな特徴は、柔らかくてスピードも速く出ます。あと音も静かなのでクルーザーに向いてるウィールだと思います。で、デメリットはちょっと大きくて重いので、あとグリップも強くなるのでトリックにはちょっと不向きになるかなと思います。なのでクルーザーとかに使われるのがほとんどソフトウィールの方になると思います。で、次にウィールの硬さについて説明していきたいと思います。ウィールには 78A から 104A という感じで硬さの表記があって、この表記が高いほどウィールが硬くなります。で、78A から 85A ぐらいまでがソフトウィールとされてクルージング向けですね。で、95A から 104A ぐらいまでがハードウィールとされてトリック向けって感じですね。で、もっと細かくアドバイスすると、まずこちらのトリックをされる方のハードウィールを説明していきます。こっちが 99A でこっちが 103A なんですけど、基本的にはアスファルトとかで滑る方は 99A がおすすめです。で、パークとか綺麗な路面で滑る方はこの 103A がおすすめになってます。でもその代わり路面が悪いところでやると衝撃がもろに足に伝わってくる感じになります。あと横滑りもしやすいので、トータル的に考えて自分は 99A ぐらいがオールラウンドに使えていいかなと思います。この辺は好みになってくるので参考程度に聞いてもらえたらありがたいです。で、次にこのソフトウィールの硬さについてですけど、街乗りとかクルージングをメインにしたい方は 80A とか 78A あたりを選んだ方がいいと思います。それぐらいの硬さの方がスピードも出ますし、足への衝撃も少なくて済むので、そのくらいを選ぶといいと思います。で、次にこのウィールの口径の大きさについてアドバイスしていきたいと思います。まずトリックをされる方のハードウィールについて説明します。だいたいトリックをされる方は 51mm から 54mm ぐらいが自分はおすすめしています。で、この口径が大きければ大きいほど路面に負けないで速さを出すことができるんですけど、デメリットとしてはやっぱウィールが大きくなると重量も重くなるので回したりするトリックがちょっとやりにくくなります。でもプールとかランプをやる方は大きいウィールの方がスピードも出しやすいので大きめのウィールを選んでいる方が多いかなと思います。で、回したり細かいトリックをする方は 52mm とか小さめの口径を選んでいる方が多いと思います。あとここでちょっと注意してほしいのが、自分のトラックがハイを使っているのかローを使っているのか確認してから選んだ方がいいと思います。このローのトラックを使っている方が大きめのウィールをつけちゃうと、このウィールバイトといって
ことここが干渉しちゃってブレーキがかかる現象が多くなっちゃうので、ローを使っている方は 51mm か 2mm ぐらいがいいと思います。ローのトラックでちょっと大きめのウィールをつけたいって方は、このトラックとデッキの間にライザーパッドを入れてもらうとちょっと車高が上がってウィールバイトしにくくなるので、そういう方法もあります。参考程度に言うと、自分はサンダーのハイを使ってるんですけど、サンダーのハイがもともと車高がそんな高くないトラックなので、多分53とか 4mm になるとちょっとウィールバイトが気になると思います。サンダーハイの高さはベンチャーローよりちょっとだけ高いぐらいで、もうほとんど変わらない高さになります。なのでサンダーのハイを使ってる方はもともと車高が低いのでちょっと気をつけてください。で次はこのクルーザー向けのソフトウィールについて説明します。大まかに言うと54から 60mm を使ってる方が多いと思います。で54とか 56mm の利点は 60mm よりはちょっと軽くなってて、オーリーなどちょっとしたトリックもクルージングの時にやりやすいので、そういう使い方をしたい方は54とか 56mm のソフトウィールを選んだ方がいいと思います。注意するのは小さい石とか段差とかやっぱ 60mm よりは引っかかりやすくなるので、そちらの方を注意してください。クルーザーで一番人気があるサイズは 60mm 前後かなと思います。スピードも結構出るし、荒い路面とかも引っかかりも少なくて、あと小石とかもそんな引っかかることもないので、クルーザーには向いてるサイズだと思います。これぐらいのサイズをつけるときはライザーパッドを入れないとウィールバイトすると思うので、そちらの方も注意してつけてみてください。ちょっと曲がっただけでブレーキがかかるなと思ったらウィールバイトしてるので、ライザーパッドとかを入れて車高を上げてあげるとその問題が解決すると思うのでやってみてください。最後にウィールのこの幅についての説明です。大まかに言うと、この横幅が太いと着地の安定感も出てスピードの安定感も増します。でデメリットは重量がやっぱ重くなるので、細かい技をやりたい方は細いウィールを使った方がやりやすく感じると思います。こちらも自分のスケートのスタイルに合わせて選ぶといいと思います。ミニランプとかプールをやる方は横幅が太い方が安定感も出ると思うので、そちらの方がいいと思います。で回したり細かいトリックをするのが多いっていう方は横幅が細い方を使った方がやりやすいと思います。ウィールのブランドもいろいろあって迷うと思うんですけど、一番使われてるのがこのボーンズとスピットファイヤーってブランドだと思うので、この2つのどちらかを選んでおけば間違いはないと思います。ちなみに自分はスピットファイヤーのフォーミュラー4シリーズのクラシックを使ってます。スピットファイヤーのフォーミュラー4シリーズもこのウィールの形もいろいろあってそれぞれに特徴があるので、こだわって選んでみるのも面白いと思います。こんな感じでウィールの選び方のアドバイスについての説明を終わりにしたいと思います。ウィール一つで乗り心地とかやる技とかも変わってくるので、こだわるのに面白いパーツだと思います。自分のスケートスタイルに合わせて選ぶのが一番だと思うので、自分の動画は参考程度に聞いてもらえたらありがたいです。もしこの動画が少しでも参考になったなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画で。